皆さんは静かな夜、布団に入った時に自分の胸の奥から小さく聞こえるトクン、トクンという音にそっと耳を傾けたことはあるでしょうか。日々の忙しさに追われている時にはすっかり忘れてしまうその音。けれど私たちが怒っている時も、悲しくて泣いている時も、そして深く眠りについている時でさえも、片時も休まずに刻まれ続けているリズムがあります。それは私たちが生まれたその瞬間から不眠不休で働き続けている心臓の音です。今回はそんなけなげで少し愛おしい心臓というあなたの一番の相棒にまつわるお話を紐解いていきましょう。ちょっと不思議で心がじんわりと温かくなる7つの物語です。1、深夜、ふと胸に手を当ててしまう時間。静まり返った部屋でなぜだか急に不安になった時、無意識に胸に手を当ててその鼓動を確かめてしまうことはありませんか。これは私たちが本能的に生きている安心感を求めているからだと言われています。実は心臓が1日に拍動する回数はおよそ10万回。80年の生涯では実に30億回近くにも達します。これほど過酷な運動を心臓は一度も疲れたから休むねとサボることはありません。このけなげな鼓動を手のひらで感じることで、私たちの脳は自分は今ちゃんと守られていると安心するのです。人間関係や仕事で誰も自分を分かってくれないと孤独を感じたときは、静かに胸に手を当ててみてください。世界中でただ一人、あなたの心臓だけはあなたの味方として10万回ものエールを毎日送り続けてくれているのですね。2、ドキドキする瞬間に深呼吸をしたくなる理由。大切なプレゼンの前や好きな人の前に出た時、胸が痛いほど高鳴って思わず落ち着けと胸に手を当てて深呼吸をしたくなりますよね。なぜ心臓は私たちの感情に合わせてこんなにも勝手にスピードを変えてしまうのでしょうか。医学的な雑学として心臓は自律神経という私たちの意識ではコントロールできない神経と深く結びついています。恐怖や緊張を感じると交感神経が働き、年新日を巡らせて戦う準備を整えるためにドクドクと速く波打つのです。つまりあのドキドキは心臓があなたを助けようと一生懸命に応援してくれている証拠なのです。仕事でプレッシャーに押しつぶされそうな時は、私の心臓が一緒に戦ってくれているんだなと、その熱い鼓動を信頼して身を委ねてみるのも良いかもしれません。3、悲しい時に本当に胸が痛む不思議。失恋をした時や大切な人との別れを経験した時、私たちはよく胸が締め付けられるように痛いと表現します。これは単なる比喩ではなく、実際に体の中で起こっている現象です。精神的に大きなストレスを受けると、ストレスホルモンが急激に分泌され、心臓の筋肉の一時的な機能低下を引き起こすことがあります。これは医学界では多骨母心筋症とも呼ばれる不思議な病態です。あなたの心が受けた深い痛みを心臓は自分の形を変えてまで一緒に引き受けてくれているのですね。そんな時、私たちは体の知恵、ウォルター・B・キャノン著という古い本の一節を思い出すと救われます。この本では、
私たちの体がいかにして自らを一定の健康な状態に保とうとするか、その神秘的な仕組みが描かれています。心が傷ついた時は、あなたの心臓も一緒に涙を流してくれています。だからこそ、無理に笑おうとせず、ゆっくりと体を休めて、相棒が回復するのを待ってあげることが大切なのです。4. 誰かの鼓動に触れると、涙が出てしまう優しさ。小さな赤ちゃんを抱っこした時や、大好きな人とハグをした時、相手の胸の鼓動が伝わってきて、なんだか涙が出そうになることはありませんか？他人の心臓の音を聞くという行為には、言葉以上の深いリラクゼーション効果があることが分かっています。私たちはかつて、お母さんのお腹の中で、四六時中、その心臓の音を聞いて育ちました。赤ちゃんの1分間に約120回という、あの規則正しくも温かいリズムは、私たちの記憶の奥底にある、究極の安全地帯の記憶を呼び覚ますのです。これを応用して、最近ではお母さんの心音を再現した赤ちゃんがぐっすり眠れるぬいぐるみなども作られています。社会の中でトゲトゲした気持ちになってしまった時や、人に優しくなれない時は、大切な人やペットをそっと抱きしめて、その鼓動を聞かせてもらいましょう。言葉で議論するよりもずっと早く、お互いの心が丸く溶けていくはずですよ。5. 心の声に従うと、心臓の動きが整う。進路に迷った時や、人生の大きな決断を迫られた時、頭で考えるな、心の声に従え、と言われることがありますよね。実はこれ、単なるスピリチュアルな話ではなく、科学的にも面白い裏付けがあります。アメリカのある研究機関の調査によると、心臓は独自の小さな神経ネットワークを持っており、まるで小さな脳のように、自ら感情を感じ取り、脳へ信号を送っていることが分かってきました。あなたが、これが本当にやりたいことだ、と心から納得しているとき、心臓の鼓動のリズムは非常に美しく、規則正しいウェーブを描くそうです。逆に、頭で損得ばかり考えて心が置いてきぼりになっていると、鼓動のリズムは乱れてしまいます。仕事や人間関係で迷路に迷い込んだときは、一度考えるのをやめてみましょう。あなたの心臓がリラックスして心地よいリズムを刻める選択肢こそが、あなたにとっての正解なのかもしれません。6. 笑うことで心臓の負担が軽くなる。楽しいお笑い番組を見たり、友達とくだらないことで大笑いした後、胸のあたりがすっきりと軽くなった経験はありませんか？笑いは百薬の長と言われますが、これは心臓にとっても最高のプレゼントです。私たちが心の底から笑うと、血管の内側にある細胞が刺激され、一酸化窒素という物質が分泌されます。これにより血管がふわっと広がり、血液の流れがとてもスムーズになります。その効果は、軽い有酸素運動をした時と同じくらい、心臓のポンプとしての負担を劇的に減らしてくれるのだそうです。いつも真面目で責任感の強い人ほど日常の中で息を詰めて戦ってしまいがちです。けれど、あなたの心臓を長持ちさせるために一番必要なのは、立派な業績よりも今日笑って過ごす心のゆとりです。少し疲れたなと思ったら、あえてサボって大好きな映画や漫画で思い切り笑う時間を作ってみてくださいね。7. 1分間に60回の美しいリズムと付き合う。
時計の針が刻む1秒と、私たちの標準的な心臓の鼓動である1分間に約60回というリズム。この2つがほぼ同じなのは単なる偶然ではないような気がしてきませんか。私たちの命はこの1秒1秒の小さな積み重ねによって作られています。心臓は1回ドクンと縮んで血液を送り出した後、次のドクまでのほんの一瞬、必ず完全に緩む時間を作っています。不眠不休で動いているように見えて、実はその短い合間にちゃっかりと休憩を取り入れているのです。これこそが何十年も動き続けられる最大の秘密です。私たちは現代のスピードに追われ、休むことなく走り続けようとしてしまいます。しかし、心臓の生き方に習うなら、本当に大切なのは、動いたらその分だけちゃんと休むというリズムです。一つのタスクが終わったら1秒息を吐く。そんな小さなお休みを日常に散りばめることで、私たちはもっと遠くまで健やかに歩んでいけるのですね。不眠不休でただあなたのためだけに働き続ける胸の奥の小さな相棒。そのトクントクンという音は、今日も生きていてくれてありがとうというあなた自身からの最も純粋なメッセージなのかもしれません。明日もし少しだけ元気が出ないときは、そっと左胸に手を当てて、その温かいリズムを感じてみてください。あなたは決して一人ではなく、一番の味方が今もそこで力強く足音を鳴らしています。今夜はその愛おしい鼓動に身を委ねて、ゆっくりと深い眠りについてくださいね。